衝撃。イムとジョイボーイはかつて親友だった？イムが天罰剣でロキを貫く。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1181話のネタバレが判明しました。タイトルは神と悪魔です。扉へリクエスト。海に並んで泳いでいるパンダザメの上を歌いながら歩いているキャロット。ペンネーム中原ロ。この話はイムとロキの激闘を中心に展開されます。ロキはラグニル一対でイムを粉砕しようとしますが、イムは巨大な黒い炎を使ってこの攻撃をいとも簡単に防いでしまいます。イムの黒い炎は多様な能力を見せつけ、その後なんとイム自身が巨大化するんです。変化後の大きさはあのロキとほぼ同じ。これはイムも巨大化の能力を持っていることを明確に示しており、同時にいわゆる巨大な戦いが単なる戦争の規模感だけではなく、実際に巨大化した者同士の物理的な戦闘が存在することを暗示しています。この時、イムは巨大な魔器を作り出し、それを自身の武器と身体にまとわせることで巨大なフレールに変化させます。その後、再び魔器を使用すると武器の形が変わり、天罰剣と呼ばれる黒い巨剣へと姿を変えるんです。情報によると、この武器の造形は鷹の目ミホークの黒刀に似ているとのこと。イムはミホークに似た剣技を繰り出し、その巨剣でロキの胸を貫きます。ここでイムは語ります。人類の力への渇望が堕落を招き、容易に力を得るために契約を結ぶのだと。これら3者が結びついた時、支配が生まれるのです。ロキはこれに対し誰にも屈しないと宣言しますが、イムは真の幸福は支配された状態にのみ存在すると冷酷に言い放ちます。この言葉は非常に哲学的であり、イムの世界支配の理念を浮き彫りにしています。彼は自由とは正反対の支配こそが世界に幸福をもたらす方法だと考えており、これは彼の過去に特別な出来事があったことを強く匂わせています。その後、イムはジョイボーイを改装します。画面では依然としてシルエットでの登場ですが、イムとジョイボーイが一緒に大笑いしている場面が描かれ、イムは彼に支配こそが世界に平和をもたらす方法だと告げます。これらの描写は2人がかつて友人であった可能性を示しています。しかし突然、イムは異常な怒りを見せ、そうだろうジョイボーイと叫ぶんです。画面は戦場に戻り、ロキがイムに猛攻撃を仕掛け、彼を宝珠アダムに深く打ち込みます。その後、ロキは竜の姿に変身し、雷界という名の技をぶっ放します。この話の最後、イムはロキの規格外の攻撃を耐え抜き、不敵な微笑みを浮かべます。イムはついに戻ってきたかと口にします。これはニーズヘックもイムの窮地であることを暗示しているようです。そして場面はルフに切り替わります。彼は次の戦いに備えて猛烈な勢いで食事をして体力を回復しています。ルフ曰く、かつてないほど強大な敵の気配を感じたため 100% の状態で挑まなければならないとのこと。もしこれが本当ならとんでもないことを意味します。ルフィはこれまでの激戦でまだ全力を出し切っていなかったということです。これはイム、これもイム、彼らは皆イムである。これらの肉体は全てイムと呼ばれているが、どれ一つとして真の本体ではない。なぜなら、イムは合計19種の形態と19個の悪魔の実の能力を備えているからだ。その体内には、ネフェルタリ・ディ・リリを除く19人の最初の王たちの魂が融合しており、器となるそれぞれの肉体には、悪魔の実の能力が与えられている。イムの背後にある黒い円環の目は、実際には彼が駆使できる19体の肉体を意味している。この円環は完全な円形であり、正面から見ると12個の目が見え、イムの体で隠れている部分に5個、左右の手にそれぞれ1個ずつあり、合計でちょうど19個の目となる。それぞれの目には一具の肉体が練り込まれている。このメカニズムにより、イムは各肉体の要望と果実の能力を得ることができ、その振る舞いも変身した人物と完全に一致する。だからこそ、聖地マリージュアにいるイムは小柄で、少女のように蝶や草花とざれるが、巨人の国に現れたイムは大きなギャップを見せ、冷酷な性格の大人の男性と化している。さらに、最新のストーリーにおける彼の辻褄の合わない言動も非常に興味深い。以前、部下に憑依していた際にルフィの攻撃を受けて怒りをあらわにしていたが、形態を切り替えて再び戻ってくると、その言動は突変した。彼は直接ルフィに復讐しようとはせず、むしろハラルドを殺した犯人を優先して探している。同時に一人称の習慣も変化しており、もともとのムーから我へと変わり、第三者的な視点に傾いた口調になっている。
上述した様々な異常行動から推測するに、イムは数時間前に起きた出来事を忘れてしまっているようだ。これは彼の体内に確かに複数の人格が存在し、記憶に錯乱が生じていることを十分に示しており、携帯を切り替えるたびに各人各間で情報をリアルタイムに共有できなくなっている原因となっている。イムの体内に変身可能な19体の肉体が存在する理由、そして彼が800年もの長きにわたり生きながらえている理由は、彼が根本的にいかなる人類の種族にも属していないことにある。公式の能力紹介では悪魔の実とだけ表記されており、他の能力者のように動物系、超人系、自然系といった詳細な分類はなされていない。このことから、イムは制限期を破壊した果実の中に存在する悪魔そのものである可能性が極めて高く、だからこそ作者の小田栄一郎は能力欄に悪魔の実とだけ記載したのだと明確に推断できる。衝撃。小田栄一郎先生がすでに決定している。エルバフ編で麦わらの一味は一人を失うことになり、そしてその人物がウソップであると。ここ最近、ネット全体でワンピースにおけるウソップがエルバフで最後を迎えるという考察が飛び交っている。ストーリーの伏線からアニメの細かい描写まで多くの考察者たちによって一つ一つ解き明かされ、無数のワンピースファンが一瞬にしてメンタルを崩壊させた。東の海から出港した時から〇〇してはいけない病を口癖のように言っていたあの男、生涯をかけて嘘を現実に変えてきたウソップが、まさか今回本当にその言葉を現実にしてしまうのだろうか。そしてこの中でみんなの心を最も沈ませたのは、最新のアニメオープニング曲に隠された致命的なメタファーに他ならない。映像の中では麦わらの一味全員が光に向かってゴールへと全力で走っているのに対し、ウソップただ一人がゆっくりと足を止め、その場に立ち尽くして仲間たちが前へ進むのを見送り、進み続ける一行と次第に距離が離れていく姿が描かれている。このシーンは無数のワンピースファンによって繰り返し考察され、誰もが同じ一つの答えにたどり着いたようだ。彼は本当にここで麦わらの一味とお別れしてしまうのだと。そしてこの生死を分かつ別れはすでにエッグヘッド編で伏線が張られていた。第1177話にてウソップは単独でイムと対峙し、緑星ドクロ爆発草を放つもイムに跳ね返され、自身が重傷を負い、全身の骨がへし折れて完全に戦闘能力を失ってしまった。瀕死の重傷を負った際、フランキーはその場で折れてる、サイボーグ化するかと直言したのだ。まさにこの展開のせいでネット上は真2つに分かれた。一方はウソップがエルバフで犠牲になり、麦わらの一味の最終章において最も心残りで無念な存在になると固く信じている。しかしより多くのファンたちは最後の希望を抱いている。永遠の別れよりも彼がリリスと共にエルバフに残り、身体の修復と改造を終え、一時的に航路を離れ、いつか完全復活して仲間たちと共に最後の島へ向かう姿を見たいと願っているのだ。何しろエルバフはウソップにとって決して普通のエピソードではないからだ。幼い頃から巨人族の冒険譚を心の支えにして勇気を振り絞ってきた彼にとって、東の海での8000人の部下という嘘から始まり、リトルガーデンで巨人族と絆を結んだように、巨人族の故郷は彼が夢見る勇敢なる海の戦士の原点であり、終着点でもあるのだ。瞳の中で最も一般人に近く、恐怖を乗り越えることで何度も成長を遂げてきたこのキャラクターが、ここでピリオドを打つことなど誰も望んではいない。死なせないでくれ、頼むというのが無数のワンピースファン共通の心の叫びとなっている。それと同時に最新のストーリーの噂もネット中を席巻している。漫画第1181話で超重要キャラクターが登場し、絶体絶命の窮地に陥った麦わらの一味を救うというのだ。無数のファンたちはその人物がルフィの父親であり、革命軍のリーダーであるモンキー D ドラゴンであることを熱狂的に待ち望んでいる。過去のストーリーを振り返れば、革命軍は常に麦わらの一味にとって最も強固な後ろ盾だったからだ。頂上戦争ではエンポリオ・イワンコフが命がけでルフィを守り抜き、生死の境を越えさせた。ドレスローザではサボが姿を現し、フジトラを食い止めてルフィを援護した。言うまでもなくバーソロミュークマはシャボンディ諸島で全員を引き飛ばして希望の火種を残し、たった一人で2年間サウザンドサニー号を守り抜き、さらにはエッグヘッドでサターン星をワンパンで吹き飛ばしジュエリー・ボニーを救い出した。革命軍の面々は絶望的な状況下で何度も手を差し伸べてきた。
現在、エルバフには危機が潜んでおり、誰もがドラゴンがついに現れ、麦わらの一味を救うだけでなく、ウソップをも守り抜き、すべてのワンピースファンが受け入れられないこの別れを現実にさせないことを願っている。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。